ではでは、これよりステージングを考えてライブをもっと良くしちゃおう会議を始めます。そのまますぎない？わかりやすくていいんじゃないかな。それでまずはコンセプト、私たちのステージを通してお客さんにどんな気持ちになってほしいかだよね。フリークラスターの前座をやらせてもらうって意識は忘れずに考えよう。お客さんをしっかり盛り上げて会場の空気を作るのが私たちの役割だから。じゃあライブ始まった、テンション上がるって気持ちとか？そういうワクワクした気持ちになってほしいよね。成瀬さんたちのライブがもっと楽しみになるように。それならブルーモーメンツの方がアップテンポで乗りやすいし、2曲目に持っていった方が盛り上がって終われるかな。私はこのままがいいと思う。1曲目はお客さんの心をつかむ必要があるから、なるべくたくさんの人が知ってる曲から始めた方が。あれ？イッチーたちの声じゃない？来てたんだ。あら、本当ね。もしかして次のライブのこと話してるのかな？私たちも行ってみようよ。ちょっと待って、リン。みんな真剣に話してるみたいだから、今はそっとしておこう。はーい。じゃあイッチーたちのために私たちにできることをしようよ。私みんなに声かけてくるね。じゃあ1曲目はブルーモーメンツで決まりだね。冒頭からわーっと盛り上げてテンション上げてもらおう。次はそのためのアイデアだね。まずは演奏から考えていこっか。入りのインパクトはいつもより大事にしたい。リバーブかけたり強めにドラムを入れたり。そうだね、後でいろいろ試してみよう。他には何かあるかな？成瀬さんたちのライブみたいにお客さんと一緒に歌ったりコーラスを入れてもらったりしたら盛り上がりそうだけど、今回は私たちの曲を知らない人も多いだろうし難しいよね。ならその分演奏で盛り上げるのはどうかな。難しいアレンジとかソロパートを入れて演奏で見せるセクションを作るとか。それはありだと思う。でも成瀬さんたちのファンに認めてもらえるくらいクオリティを上げなくちゃ意味がないから、やるなら覚悟を決めてやろう。分かってる。じゃあ続きだけどアドリブ入れるなら1曲目はこんな感じかな。あとは実際に試しながら細かいところを詰めていこうか。次は2曲目だね。その前に少し休憩しない？話し始めてから結構時間が経ってるし、息抜きした方がいいアイデアも出ると思うから。そうしようか。じゃあ10分後に再開だね。みんなお疲れ様。ミク、みんなもどうしたの？じゃじゃーん、おやつ持ってきたから食べて食べて。って言っても前にイチカたちが持ってきてくれたやつだけどな。ありがとう。もしかして
休憩するまで待っててくれたの？すごく真剣に話し合ってるみたいだったからね。何を話してたの？次のライブのステージングを考えてたんだ。この前成瀬さんに演奏を見てもらった時にアドバイスをもらって。なるほど。お客さんの感情を導くために全てを使うか。その話を聞いてステージングの意識が甘かったって痛感したんだ。お客さんの感情を導くためにライブ全体を通して演出しなきゃいけなかったんだけど、私たちはコンセプトをちゃんと意識して演奏や MC それぞれの要素を詰められてなかったもんね。私たちのライブでお客さんにどんな気持ちになってほしいのか、そのために何ができるのか、もっと深くまで考えていかないと。ふふ、楽しみだな。みんなはレオニードの演奏を誰かの心に響かせたいって強い思いを持ってるでしょ？実際にその思いを力に変えてたくさんの人の心を動かしてきた。つながりを信じて前に進む力を送ったり、悲しみに寄り添って励ましたり、心を強く揺さぶって熱くさせたり。そうね。私たちもたくさんの感動をもらってきたわ。今でも聴いてる人の心に響くライブができるのに、そのための技術がもっと磨かれていくなら、本番どんなライブになるんだろうってワクワクする。ミク、確かにな。進化したレオニードのライブ、私たちも楽しみにしてるよ。はい、見ててください。じゃあ私たちはもう行くね。頑張ってね、みんな。応援してくれるミクちゃんたちのためにも頑張りたいね。だね。そのためにもアイディアを出していこう。じゃあ続きだけど、スタートレイルは私たちが演奏する最後の曲だから、もっとこの先を見たい、熱くなりたいって気持ちになってもらって、成瀬さんたちにつなぎたい。じゃあ気持ちを盛り上げられるように前に進んでいく感じを立ててみよっか。今は最初の方も少し落としてるけど、もうちょっと明るめのリフを入れたりしたら弾む感じが出ると思うし。それなら照明の雰囲気も合わせて考えたいね。例えばだけど